経営層の皆様、こんにちは。本日のエグゼクティブ向け解説へようこそ。これからのサプライチェーンや製造業のあり方を根本から変えるフィジカル AI。本日はこの新たな産業の主戦場における真のインフラストラクチャーについて深掘りしていきたいと思います。皆さんもご存知の通り、AI は今やデジタルの世界を飛び出して、実際の現場で物理的な労働を担う時代に入りましたよね。競争のルールが書き換えられようとしている今、その真相で一体何が起きているのか、一緒に見ていきましょう。この歴史的なパラダイムシフトが皆様のビジネスにどのような影響を与えるのか、本日は5つの視点から紐解いていきます。ロボットではなくエコシステムであるという前提から入り、次にフィジカル AI のスタック構造、そしてサムスンの産業インフラ、さらに強力な武器となる産業データのフライホイール、最後にグローバル競争の行方へと進めていきます。それでは早速一つ目のテーマに入りましょう。最初のテーマはパラダイムの再構築です。ここでまず世間に蔓延しているロボティクス産業への誤解をスパッと解いておきたいと思います。多くのメディアは最新のロボットの滑らかな動きばかりを取り上げますが、産業の視点から見ると実はそこは本質ではないんです。ちょっと想像してみてください。ロボット開発競争の本当のスタート地点ってどこだと思いますか？最新の人型ロボットが工場を歩き始めた瞬間でしょうか？実は違います。それは長年の技術開発がやっと目に見える形になっただけの、いわばゴールテープを切る瞬間に過ぎないんです。本当の競争はその何年も前から始まっています。ここで本当に注目すべきなのは、そのロボットを裏で動かしている目に見えないインフラなんです。最先端の AI 半導体、それを支える高帯域メモリ、そして膨大な稼働データ。競争の優位性というのは単一のハードウェア製品から生まれるわけではありません。この深く潜ったインフラを誰が握っているか、そこが勝負の分かれ目になるというわけです。では、その見えないインフラの構造について見ていきましょう。ここからは新しい産業時代を勝ち抜くためのルールとなるフィジカル AI スタックという概念を解説します。どんなに素晴らしいロボットでも単体ではただの鉄の塊ですよね。それが機能するためには、その前に膨大な計算能力であるコンピュート、データを移動させるメモリ、周囲の状況を把握する認知機能、それを処理する AI モデル、そして実際の製造プロセスが必要です。この一連の連鎖があって初めて意味を持ちます。つまり、ロボットは独立した機械ではなくて、この巨大なシステムの終着点だということなんです。もう少し具体的に言うと、高性能な AI プロセッサや巨大なデータをさばく HBM、周囲を見るための CMOS イメージセンサーなどが複雑に絡み合って、デジタルの知能を物理的な動きに変換しています。このレイヤーが一つでも欠けたら、機械は複雑な工場環境に自律的に適応することはできません。皆様の企業でも自社の現場にどのレイヤーが足りていないのかを把握することが AI 導入戦略の第一歩になるはずです。そこで、このフレームワークをサムスンに当てはめて考えてみましょう。サムスンイコールスマホや家電の会社というイメージ、今日で一度捨ててください。これからは彼らをフィジカル AI を構築するエコシステムのオーケストレーターとして見る必要があります。彼らの過去50年間の歩みを振り返ると本当に興味深いですよ。半導体ファブの構築に始まり、DRAM や HBM での圧倒的なリーダーシップ、さらにはマシンビジョン技術の展開、それぞれ別々に投資されてきたはずの事業が、今振り返ってみると、まるで巨大なパズルのピースがピタッとはまるように、フィジカル AI 時代に必要な基盤ブロックを完全に構築してしまっているんです。普通のロボット企業なら、こういった高度な技術は外から買ってくるしかありません。でも、サムスンはロジック半導体からメモリー、光学技術、さらにはグローバルな製造ネットワークや物流網まで、この戦略的なレイヤーをすでに自社で持っているんです。ゼロから発明する必要はなくて、手持ちのカードを統合するだけでいい。この垂直統合の優位性は本当に計り知れません。そして、第4のテーマ。ここが最も重要です。産業データのフライフィールについてお話しします。ハードウェアってどんなに優れていてもいつかは他社に追いつかれますよね。でも絶対に真似できない最強の防御壁、いわゆるモードとなるのが実際の現場での運用経験なんです。
スマートファクトリーはもはや単なる製品を作る場所ではありません。現場のデータが AI を鍛え、ロボットの性能が上がり、そこからさらに精度の高いデータが生まれる。工場が稼働すればするほど勝手に賢くなっていく。この自己強化のサイクルこそがフライホイールの正体です。インターネット上のテキストや画像なら誰でも AI に学習させられます。でも工場で実際に起きる摩擦、振動、熱、ミリ単位の交差といった物理データは現場で実際に経験しないと得られません。競合他社がこれをソフトウェアのシミュレーションだけで完全に再現することは絶対に不可能です。だからこそ現場の生データを一番早く学習した企業が最終的な勝者になるんです。さらにサムスンの強みは自社の強大な工場群を最初の顧客、つまり05顧客として使える点です。世界中に売り出す前に自社の最も厳しい環境で AI をテストして安全性や稼働率をバッチリ証明できる。これって未知の技術に対する B2B 顧客の不安を払拭する上でものすごく強力な導入事例になりますよね。最後に視点をグローバルに移してみましょう。このサムスンの内部統合力が他のテックジャイアントたちと比べてどのような競争構図を生み出しているのかを見ていきます。各社の立ち位置を見渡すと、NVIDIA は AI コンピューティング、シーメンスはデジタルツインというように、特定の領域で圧倒的な強さを持っています。その一方でサムスンは、コンピュート、ハードウェア、そして大規模製造業のすべてを横断している非常にユニークで多角的なポジションにいます。言うなれば、総合格闘技のような強さを持っているわけです。そして彼らが狙っているのは、単に部品を売るという従来のビジネスモデルではありません。このインフラ全体を統合して、ロボティクス・アザ・サービス、つまりエンドツーエンドの産業プラットフォームプロバイダーへと生まれ変わること。ここが未来における最大の商業的チャンスなんです。もちろん彼らにもリスクはあります。エコシステムの覇権が約束されているわけではありません。巨大企業ゆえの組織の壁、いわゆるサイロ化を壊せるのか、新興 AI 企業の圧倒的なスピードに追いつけるのか、そしてハードウェアの優位性をソフトウェアのエコシステムへとうまくつなげられるのか、ここから5年、この課題をどう乗り越えるかが勝負の分かれ目になります。歴史的な産業資産を統合し、世界をリードするフィジカル AI プラットフォームになれるのか、皆様のビジネスやサプライチェーンの未来を考える上で、これは絶対に無視できない問いです。AI 時代は単に賢いロボットを1台導入して終わる時代ではありません。この見えないインフラ全体を構築し、オーケストレートする企業こそが次の産業革命の覇者となるからです。さて、皆様の会社はこの新しいルールに対応する準備ができていますでしょうか？本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。